こんにちは。福井コンピューターです。本動画は昨今の土木施工業界における各種デジタル化の流れに対応すべく、基本的な業界知識やこれまでに至る経緯についての学習を目的としております。約10分間の動画構成となっておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。今回の動画では、CALS EC 編と題して、1. CALS EC って何？ 2. 電子入札って何？ 3. 電子納品って何？ 4. 情報共有システムって何？の順にご説明していきます。それでは始めていきましょう。1. CALS EC って何？について解説していきます。その概念としては、情報の電子化と共有により製品ライフサイクルのいろいろな局面でコスト削減、生産性の向上を図ることであるとありますが、昨今よく耳にするアイコンストラクションや BIM-SIM、また DX、デジタルトランスフォーメーションといった各種動向のきっかけとなるデジタル化施策です。1990年代、現在の国土交通省が建設省時代に土木、建築工事など公共事業における CALS を特に建設 CALS と名付けました。その後、運輸省と統合され国土交通省となった時、運輸省で進められていた空港・港湾 CALS と一体化し CALS EC と改められたのです。国土交通省では CALS EC を公共事業支援統合情報システムの略称と定義しています。2000年には第26回主要国首脳会議通称沖縄サミットが開催され、グローバルな情報社会に関する沖縄憲章が発出。全世界に対してデジタル化に関する呼びかけが実施されたり、IT 革命という言葉が流行語大賞になったりと、デジタル化元年と呼べる年でした。その後、官公庁にパソコンが導入されたり、教育分野においてもパソコン事業が採用されたりしております。世界規模における電子データの流通を促進するため、用紙サイズ規格についても、これまで日本国内では主流だった B 列系統が A 列系統に改められたのもこの頃です。そんな CALS EC ですが、本施策におけるデジタル化手段としての成果は大きく3つ挙げることができます。それは電子入札の開始、次に電子納品の開始、そして情報共有システムの活用です。ここからはこれら3つの成果について触れていきたいと思います。2. 電子入札って何？について解説していきます。電子入札とは、従来の紙による入札情報、調達案件内容の入手や入会札までの一連の行為と制度的に同じことを手元のパソコンからインターネットを介して行うことであるとありますが、これにより場所や時間の制約を最小限として、競争参加資格確認申請から入札参加者への落札決定の通知までの業務が電子的に実現できました。公共事業については、2001年6月、国土交通省における CALS EC の流れに沿って株式会社帝国データバンクが全国初となる電子入札向けの認証局業務を受託して展開されました。従来方式については、入札行為はもちろんのこと、入札情報の閲覧や各種事務手続きなど、その度に役所に向けて足を運ぶ必要があります。さらにバブル崩壊後から失われた20年とも称される不景気も重なり、入札業者同士で事前に話し合って落札させたい業者を決め、その業者が落札できるように入札内容を調整する談合も横行することとなります。こういった課題や問題を解決することを目的とした電子入札の登場により、競争性が向上し、様々なシーンでのコストの削減や事務の効率化が図られております。
電子納品って何について解説していきます。電子納品とは、2001年より運用が開始された調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品することを言います。ここでいう電子成果品とは、工事または業務の共通使用書などにおいて規定される資料のうち、各電子納品に関する要領に基づいて作成した電子データを指します。電子納品の目的は、公共事業の各事業段階で利用している資料を電子化し、共有・再利用することで以下に示す効果を実現するものであるとありますが、その効果は事業執行の効率化、資料の再利用性を向上させることで効率的な事業執行を実現する、品質の向上、事業全体の情報を電子的に共有化・伝達が実現することによって情報の伝達ミスや転記ミスなどを低減し、公共事業の品質向上を実現する。最後にペーパーレス、省スペース、使用授受を用意するとともに保管場所の省スペース化を実現するなどとなります。電子納品の運用に関して、電子成果品の作成・整理には必ずソフトウェアが必要となります。その対象として、当初は工事帳表や写真、図面などが該当しておりましたが、その後の要領改定によって工事完成図書と工事書類という分類分けがされました。現状、帳表や写真は工事書類という扱いになっており、必ずしも電子データで収めるという必要はありません。また、最近では情報が活性化している情報化施工やアイコンストラクション、リムシムなどで用いる3次元データもその対象となっております。納品方法としては、各種電子成果品を CDR、容量によっては DVDR に書き込んで収めます。4. 情報共有システム ASP って何について解説していきます。情報共有システムとは、情報通信技術、インターネットを利用し、業務や工事中に発注者と受注者との間で行われるさまざまな情報を共有することで、書面や面会するやり取りを減らして効率化を図り、生産性の向上に役立てるためのクラウド型システムです。情報共有システムの運用に際して、業務及び工事の受注担当者が本システムを使用権契約することから始まります。発注者との接続を完了したシステム上では、掲示板やスケジュール、ワークフローの共有が可能となります。また、電子納品における工事帳表の作成や管理が可能となり、電子成果品としての出力機能も存在します。また、昨今、本システムにおける新たな運用目的を施行すべく、各開発メーカー側に機能要求が上がっております。その目的というのが、オンライン電子納品です。これまで受注者のパソコンを用い、電子成果品を作成・整理し、CDR などに書き込み、収めていた電子納品が、クラウドシステムを介した納品形態へと移行しようとしております。この施行実現のため、電子成果品の対象となる PDF の閲覧機能や2次元図面、各種3次元データの閲覧機能なども要求事項として上がっております。これら要求事項の実現により、様々な電子成果がクラウド上にアップロードされることとなり、これまで以上の共有・活用目的が想定されます。最後にまとめとなります。パソコンの普及によって始動したデジタル施策である CALS-EC の効果により、公共事業サイクルにおける流通や管理、共有といった目的に対して大きな成果が生まれました。本施策は、この先に訪れる新たな手段や変革を実現することとなる各種デジタル化施策、情報化施工、アイコンストラクション、リムシム、
そして DX、デジタルトランスフォーメーションへとつながっていきます。以上をもちまして、今更聞けない土木施工業界キャルス EC 編とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。